どうもコロッケくださいです。今回は崩壊スターレイルからホタルとサムのフィギュアを作ります。崩壊スターレイルはホヨバースが制作したスペースファンタジー RPG です。プレイヤーを開拓者として仲間と共に宇宙を大冒険するという感じのストーリーです。今回制作をするホタルは外見は儚さを感じる美少女ですが、戦闘時にはサムという装甲をまとってかっこいい見た目になります。たとえただのホタルで生きるために死ぬの。変身美少女は良い。今回、このイラストのホタルとサムを制作しているのですが、構図的にサムが大きめなので、ホタルは小さめのサイズにしてます。これでもサムは相当大きくなりそうだな、という予感を感じつつ作業をしています。さて、顔ができたところですね。アルミ線で体の芯を作っていきます。アルミ線同士を糸で巻いて、接着剤で固定。芯に粘土を盛ります。体のラインを意識しつつ、どんどん盛っていきます。胸はほどほどのサイズ感。一度固めてから下半身を作っていきます。最初は粘土を薄く盛り、一度固めてから本格的に粘土を盛ります。そうしないと粘土がずれて作業がしにくいんですよね。形を整えます。足りない部分にさらに粘土を追加し、また形を整える。足の形ができたら、固める前に服のラインを引いておきます。太ももと服の境目はちょっと食い込んだ感じにしたいですよね。腕を作っていきます。粘土を持って形を整えます。もう片方も同じように。腕は後で服で隠れるのでざっくりです。手を作ります。細くした粘土を一本ずつくっつけます。手を作るのは結構集中力を使う。手ができたら腕につけ、形を整えます。素材ができたので服を着せていきます。薄く伸ばした粘土を腰に巻き、なびいてるシワの形を作ります。シワを作るときは、粘土を腰回り一周分より長めにするのが大事です。固めた後、上半身にも服を着せていきます。粘土を盛る際は、リキッドスカルキーを事前に塗るとやりやすいです。靴だけ見ても情報量が多い。さらにフリフリを追加。また上半身の服の制作に戻ります。原神もそうですが、ホヨバースのゲームのキャラは衣装の情報量がすごい。作るのは大変ですが、情報量が多いとそれだけ完成した時意味映えになります。服の金縁の部分です。一定の細さに伸ばした粘土を持っていきます。ここも盛る場所にリキッドスカルピーを塗っています。細かい作業なのでここは集中。腕のシワを造形します。パリッとしたかっこいいシワのイメージ。服の装飾を追加していきます。服ができたので続いて髪の毛を作ります。粘土をどんどん持っていきます。ヘアバンドを追加します。さらに髪の毛を盛ります。
1ミリ真鍮線を数本刺し、ロングヘアの芯材にします。真鍮線に細く伸ばした粘土を持っていきます。芯があると、固めた後でも紙の流れをある程度変えられるのも良いです。髪飾り。最後に変身アイテムを持たせます。変身アイテムはロマン。ホタルの原型完成です。続いて、サムを作ります。サイズが大きいので、土台も大きめのものを使います。こういうメカ系は普段、あまり作らないので新鮮です。やっぱり美少女以外にも色々な造形の幅が欲しいところ。アナログでメカ系作れる人になりたい。細長い部分には真鍮線の芯を入れます。そして芯の上に粘土を持っていきます。サイズは大きいですが、製作手順はいつもの感じです。芯をマジックスカルプとアルミホイルで補強し、テープを巻いて固定します。体に粘土を持っていきます。形は後で整えるので、最初はあまり考えずざっくりと盛ります。中のアルミホイルで結構節約してるのに、とんでもない量の粘土が消費されていく。続いて下半身ですが、さすがにサイズが大きいので、上半身と別々で作っています。作業のしやすさと、あと、原型が画角に収まるように。下半身も相当大きいので、どんどん粘土を盛ります。今回、サムだけで多分、スカルピー丸々2つ分くらい使いました。過去一サイズが大きいフィギュアですね。いつもと勝手が全然違って、作業が大変でした。ちなみに、一番大変なのは粘土をこねる作業ですね。今回、こねすぎて手が筋肉痛になりました。この辺りだとノースリーブを着てるみたいでちょっと面白い。一気にそれっぽくなりました。透明プラ板で武器を作ります。厚さ 1.7 ミリで結構厚めなので、超音波カッターで切り出します。パーツを追加していきます。でかすぎて画面に収まらん。原型完成です。塗装していきます。いつも通り白サフ、肌の順で塗ります。ホタルはどちらかというと、色白かなと思うのですが、この辺りだとちょっと色が濃すぎな気がしますね。肌が濡れたらマスキングをして、服を塗っていきます。服は緑系のグラデーションになっています。色を変えるときは適宜マスキング。太ももの部分が少し緑がかっている感じです。細かい部分はペンを使います。ガンダムマーカーはなかなか使いやすい。小物類の細かい部分も髪の毛を塗ります。髪の色はかなり苦戦しています。面相です。今回は特にサイズが小さいので、目の塗りが細かくて大変です。続いてサムの塗装です。まず全体に黒サフを吹き、その後全体をシルバーで塗っていきます。
月に金色の部分をペンで塗ります。目かけに金と銀はやはり良いですね。こういうのでいいんだよ。細かい部分にはタミヤの極細筆を使います。顔ができたら、体も同じようにペンと筆で金色を加えていきます。翼の塗装です。まず全体を青で塗り、光の翼みたいなイメージで、全体的にキラキラした感じの緑で塗っていきます。そしてハイライトを入れる。やっと完成です。いつでも最大